こんにちは、グリフトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、昨日の米国の ETF のフローは全体でプラス 4.9 億ドルの純流入となっています。ブラックロック、フィデリティから1億ドル以上の流入が見られまして、中でもアークは2億ドルの流入となっています。全体で 4.9 億ドルの流入は7月22日以来の高水準となってますね。で、一方、イーサも全体でプラスとなっています。これで週間でも純流入記録となりましたね。週間での純流入記録は8月初旬以来となっています。香港はビットコインイーサともにゼロとなってますね。ビットコインの価格は現在6万6000ドルあたりを推移しております。昨日の石破ショックから個人的には米市場明けに注目してたんですけども、米株市場はビットコインの方はそれほど影響ないように見えました。で、昨日発表された注目指標の方では、ユーロ景況感指数、米個人所得、PC デフレーター、米ミシガン大学消費者信頼感指数などがありましたけども、全体的に見ると、個人所得、支出ともに前月比遅いかとなってまして、消費も若干落ち込んでいるようにも見えます。で、この結果から、また追加利下げ期待が強まったという見解もありまして、米金利が下落した展開となっています。で、米株各指数は若干調整気味となってまして、ドル円日経先物も日本時間に引き続いて続落傾向となっています。で、日経の先物が現時点で 37,600 円台となってまして、本体の日経平均と2000円以上の乖離が見られることから、一部ではもうブラックマンデーが確定しているとも言われてますね。米国債金利は 3.754 を推移しておりまして、ナスダックが28,000、S&P500 が5,736、ダウ平均が 42,313、キンゴールドが 2,657 ドル、日経平均が 39,829 円、ドル円が 142.15 円となっています。個別株の方では、先日 T-REX のマイクロストラテジーのレバレッジ ETF が取引開始になるというのを取り上げましたけども、その ETF が週間でプラス7200万ドルの流入を記録したのが話題になっています。で、パフォーマンスとしても、マイクロストラテジー本体が好調なせいか、ここ1週間では仮想通貨関連 ETF の中で最も高いパフォーマンスとなってまして、9月18日の取引開始時点ではですね、25ドルほどだったんですが、現在では 43.9 ドルとなってます。1日でもプラス 12.44% を記録してますね。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 1.36%、額としては358億ドル相当、比率としては全体ではロングが 53.9%、バイナスミやショートが 55.2% と上入りになっています。今後の指標としては、9月29日にドイツ小売売上高、9月30日に中国の PMI、実質 GDP、米シカゴ購買部、業界景気指数、10月1日に日本の雇用統計、日銀短観、米 PMI9 月の確保値、米上率求人係数8月、米 ISM 製造業景気指数9月などが控えています。他アナリストの見解ではですね、ビットコインの価格と中国人民銀行のバランスシートの相関がまだ保たれてるんで、ビットコインもまだ上へ期待できるとかですね。あとはブラックロック IBIT のオプション取引開始でビットコインの需要が増す可能性があるとか、ステーブルコインの発行急増から仮想通貨市場全体が押し上げられる可能性があるとかですね。10X リサーチなどの見解が注目されています。市場全体で見たらもう何度目かわからないくらいのブラックマンデーが警戒されている状態。仮想通貨市場単体で見たら ETF の流入が収まらずですね。単独での強さが見え始めているのかなと思います。で、昨日の米市場の動きを見ると、日銀の動向は常に注視されてるけども、日本の首相交代はそこまで影響されないのかなと個人的に感じました。もう X の方だと、もうすでにですね、海外勢が石破氏の魔人ブーのコスプレをいじりまくって、バカにしまくってる投稿がめちゃくちゃ流れてきましたけども、こっからいろいろ具体的な政策が出ると変わるかもしれないですね。で、テクニカルの方ではビットコインあるとともにですね、こっから反転する兆しが見えるという見解が多くなってきた印象あります。何度か弾かれてた65,000のラインを超えたんで、そういう印象があるのかもしれないですね。短期では上は67,000、下は65,000あたりまで余裕があるように見えます。指標も一息つきましたんで、次のターニングポイントとしては、ブラックマンデーと言われている日本時間9月30日月曜日ですね。日本市場明け午前9時です。月末でさらに荒れる可能性もあります。その時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2700ドル、BTC だっては 0.0408 と。先物の方では OI は全体でプラス 1.95%、額としては123億ドル相当。比率としては全体ではロングが 50.1%、バイナスミはロングが 67.8% と
若干上になってます。その他の見解では、イーサの取引手数料が急上昇していることと、各インジのテクニカル的にもトレテの兆しが見えることから、イーサが今後強くなる可能性があるというですね、コインベース、クラーケンらの見解が注目されています。で、ETF の方もファンドごとで数千万ドル規模の流入が見られるようになりまして、チャートも BTC 建てが 0.04 を超えてから再度下へ向かうことなく維持してまして、これも上への期待が出る要因になっているのかなと、個人的には思います。ドル当たりでは1月、8月の2800が意識される一つのポイントになるのかなと思うんで、ここを超えたらまた一つ上へ向かう要因が増えるのかなと思いますね。こちらも来週月曜までには超えておきたいところですけども、果たしてどうなるんでしょうかね。イーサの今後にも注目ですね。あとその他の動向では、元バイナンス CEO の CZ が釈放されたことや、トルネードキャッシュ開発のローマン・ストーム氏の告訴却下申し立てが棄却されて裁判突入となったこと、あとはマンゴーマーケッツのマンゴーダオ、マンゴーラブス、ブロックワークスファンデーションらが SEC との和解に70万ドルの和解金支払いとマンゴートークンの破棄に同意したことなどが話題になっています。で CZ は先ほど X に3ヶ月半ぶりの投稿してまして、界隈も盛り上がっております。で、マンゴーは未だに市場に流通してまして、今のところ価格に影響ないように見えますけども、これも今後ルナ同様ですね、コミュニティ運営とかになりそうではありますね。あとここからアルト関連になります。ベースの TBL が20億ドルを超えたのが話題になってます。年初来プラス 370% 以上の増加となってまして、現在では21億ドル相当の TBL となってます。チェーン全体で見ても6位にランクインしてますね。コインベースがリリースしてから約1年、トークンも発行してませんけども、未だにユーザーも離れず人気となってます。あとはセレスティアの価格動向が注目されてます。先日1億ドルの資金調達の件も取り上げましたけども、10月30日には供給量の 16.4%、約11億ドル相当のトークンロック解除が迫ってまして、セレスティアの将来性にかけるユーザーと、このトークンロック解除で下落にかけるユーザーで先物のポジションも増えていると。OI も数日前のファンドの成果、過去最高を超えて今も高水準を保ってます。ティアの価格は現在 6.4 ドル、BTC 建てはプラス 2.0%、時価総額は69位です。10月30日頃は大統領選も近くなってですね、あと1ヶ月以上あるんで、それまで先物持ってるってのはなかなか考えづらいですけど、来月末までどのように動くのか注目ですね。あと上昇率ランキングでは NOT が首位になってます。最近の投稿では NOT ホルダーに対して後部の報酬や NOT ピクセルを引用してたり、CZ へメッセージを送ってたりと、ドルフの釈放とかけてるような匂わす投稿が目立ちますね。NOT の価格は現在 0.0099 ドル、BTC 建てはプラス 14.3%、時価総額は85位です。上場後、底値を形成して反転しているようにも見えますが、ゼロキルして上へ迎えるのか注目ですね。あとその他資金調達関連では、イニシアがエンジェル投資プラットフォームエコを通じて、新たに250万ドル調達したことを報告しています。これでトークン評価額は 2.5 億ドル相当と、数日前に1400万ドル調達したことも取り上げましたけども、立て続けの調達となってますね。こちらの今後の進展にも注目ですね。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。